エモエモ。こんにちは、えもこです。今回は新型液晶ペンタブレット XP ペンアーティスト13セカンドをレビューします。この製品はパソコンやスマホにつないで iPad のようにペン入力で画面にお絵描きできる液タブと呼ばれる製品になりますが、最近発売されたばかりの新型ですごく高性能なのに、なんと iPad の半額の3万円台で買えるので、今回は実際にこの液タブでイラストを描いてみて、描き心地などを詳しくレビューしてみたいと思います。それでは早速開封していきましょう。今回は XP ペンさんから新製品のアーティスト13セカンドをレビュー用にご提供いただきました。 XP ペンは2005年からお絵描き用のペンタブを専門に開発されているメーカーさんで、レビューするのは2年ぶりになりますが、この製品は X3 チップという新技術が使われていて、ペンの描き心地がかなり良くなっているようなので使うのが楽しみです。付属品はスタイラスペン、説明書、液タブとパソコンをつなぐケーブル、クリーニングクロスとお絵描き用の手袋にペンの返しもたくさん入っていました。説明書は日本語表記で1年間の無料修理保証もついています。本体の色はブラック、グリーン、ブルー、ピンクの4色で、どの色も可愛いですが、今回はグリーンを選んでみました。落ち着いた色合いで個人的に好きな感じです。右側に電源ボタンと画面の明るさを調整するボタンがついていて、左側にはお絵描きアプリのよく使う機能を登録できる9つのボタンがついています。重さは約 1.02kg でノートパソコンよりも軽いので持ち運びが楽にできそうです。画面の大きさは 13.3 インチで iPad Pro 12.9 インチよりも大きいので、画面が小さくて描きにくいということもなさそうです。アンチグレアの保護フィルムが最初から貼られているので、映り込みや反射が少なくサラサラしていて描き心地が良さそうです。スタイラスペンは充電不要でバッテリーが入っていないので軽くて持ちやすいです。グリップはついていないので乾燥肌の人は少し滑りやすいかも。ボタンが2つついていて、初期設定だと下がマウスの右クリック、上で消しゴムとブラシを切り替えられます。ペンや液タブのボタンに割り当てる機能は設定アプリで後から自由に変えられます。この製品はパソコンに接続して使うので、まずは液タブとパソコンを付属のケーブルでつなぎます。ケーブルは液タブ側が1本の USB-C で、パソコン側は3本に分かれています。液タブにケーブルをつなぐ穴が2つありますが、付属のケーブルを使う場合は下の穴につなぎます。反対側の3本はパソコンの HDMI と USB につなぎますが、パソコンにつなぐところがない場合はこのような USB-C ハブや HDMI の変換アダプターが必要になります。 MacBook のように USB-C が映像出力に対応している場合は別売りの USB-C ケーブル1本で簡単につなげるので、私は机の上がすっきりするし、別売りのケーブルでつないでみました。ケーブル1本でつなぐ場合は液タブの上の方の穴につなぎます。この液タブはパソコンだけでなく一部の Android スマホにもつなげるようなので、気になる人は XP ペンの公式サイトで対応機種をチェックしてみてください。液タブをパソコンにつないだら XP ペンのウェブサイトからパソコンにあった設定アプリをダウンロードしてインストールします。すでに他のメーカーのペンタブを使っている場合は先に古いペンタブのドライバーを消しておかないとちゃんと動かない場合があるので注意してください。設定アプリを起動するとペンの書き心地の調整や液タブのボタンに割り当てる機能などを設定できます。初期設定だと右利きの人用の設定になっていますが、設定で画面の映像と本体を180度回転すれば左利きの人でも使えます。この液タブの解像度はフル HD なので、画面が拡大表示されて書きにくい場合はパソコンの環境設定でディスプレイの解像度を 1920×1080 に設定すると書きやすくなります。画面の発色は液タブの中でもかなりいい方だと思います。色域が Adobe RGB96% で表示できる色数が多いので、安いモニターのような青っぽい感じがなく見やすいと思います。私の環境だと少し赤みが強い気がしたので、画面の色を調整してくれるツールで部屋の照明に合わせて調整したらとてもいい感じになりました。それでは実際に描いてみたいと思います。
使用するお絵描きアプリはクリップスタジオペイントです。この液タブは X3 スマートチップという最新技術が使われていて、ペン先の沈み込みが今までの半分になっていたり、最小温荷重が 3g と軽めになっているので、今までよりも綺麗な線が描きやすくなっています。ペンの沈み込みや温荷重が大きいとペン先がガタガタ揺れたり、筆圧が弱すぎるとペンが反応しなかったりするのですが、この製品はかなり弱めの筆圧でもちゃんと反応するので、線の入れ抜きや細かい線が描きやすいと思います。パソコンの性能にもよりますが、 M1 の MacBook Air だと線が遅れて描かれるような遅延もなく、ペンを早く動かしても線が途切れず綺麗に描けました。ペンをゆっくり動かした時の線がガタガタする実感もほとんどないと思います。筆圧感知と傾き検知もついているので、ペンを押さえる筆圧を変えるだけで線の太さや色の濃さを簡単に調整できます。いろいろと試し書きしてみましたが、個人的にとても書きやすい液タブだと思います。画面が視差の少ないフルラミネーション液晶なので、ペン先と画面の間に隙間がほとんどなく、ちゃんとペン先から線が引かれているように見えます。ペンを画面の端の方に持っていくと、ペン先とカーソルが少しずれて見えますが、個人的に操作ミスするほどではないと思います。この辺りは液タブを見下ろす角度でも変わるので、カーソルのズレが気になる人は設定アプリのエリアの設定の画面エリアにあるキャリブレーションで調整すると良さそうです。液タブは平置きで使うと前かがみになって首や腰を痛めやすいので、このような角度調整できるタブレットスタンドに乗せると体への負担が減るのでおすすめです。この液タブは電源ボタンを3秒長押しすると画面が消えて板タブとして使えるので、ずっと液タブで書くのが疲れる人は線画などの細かい作業を液タブモードで書いて、塗りはパソコンのモニターを見ながら板タブモードで書くなど、使い分けると疲れにくくて良さそうです。この液タブには最近 iPad Pro にも追加されたペンのホバー機能がついていて、ペンを画面から少し離した状態でもカーソル操作ができるので、何のボタンを押そうとしているのか視覚的に分かりやすくなっています。ホバー機能があるとカーソルがボタンの上にあるのを確認した後にボタンを押せるので、操作ミスがかなり減らせると思います。ペンのホバー機能は iPad だと十数万円するプロだけしか使えないので、3万円台でホバー機能が使えるのはなかなかコスパが高いと思います。ただ液タブはパソコンにつないで使うものなので、パソコンの操作に慣れていない人は iPad よりも操作が複雑で戸惑うことがあるかもしれません。この製品に限らず他のペンタブでもたまに発生するのですが、長時間お絵描きしたりスリープから復帰した時にパソコンとペンタブの接続が切れて、たまにペン入力できなくなることがあるので、そういうトラブルを解決できる知識は必要になると思います。突然ペン入力できなくなった時はケーブルをつなぎ直したり、液タブの設定アプリやパソコンを再起動すれば液タブとパソコンが再接続されて治ると思いますが、うまく動かない時は XP ペンの公式サイトから問い合わせるとちゃんと日本語でサポートしてもらえると思います。というわけで、パソコンの操作が苦手な人は操作が簡単な iPad の方が使いやすいと思いますが、パソコンと液タブの組み合わせにもメリットがあって、パソコン向けの高性能なソフトや左手デバイスが使えたり、 iPad の半額の3万円台でデジタルイラストを描き始められるので、家にパソコンや対応スマホを持っている人で少しでも安くデジタルイラストを描いてみたい人はよかったら参考にしてみてください。ペンの描き心地が良くて個人的に気に入ったので、これからノートパソコンでお絵描きする時に使わせていただきたいと思います。この動画は2022年11月に撮影したものなので、1年後とかにこの動画を見ている人はもっと高性能な新製品が出ているかもしれません。液タブは基本的に新しい方が高性能だと思うので、この製品が気になった人は XP ペンのサイトでこの液タブの新型が出ていないかチェックしてみてください。今回紹介した製品のリンクは動画の説明欄に書いておきます。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵描き関連の動画を投稿しています。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。